子ども家庭庁の予算を子ども1人1000万円単位に直すと73万円になります。絶対配った方が人増えますよね。これがね、結構ね、難しい問題で、僕は増えるんじゃないかなとは思っていて、子供を産んだ家庭に1人1000万っていうのは言ってるんですけど、この文脈と一緒で子供を産んだ家庭に対して支援をするというのは正しいよねという論理があるんですよ。高校教育無償化とかって子供がいる家庭に対しての負担を減らすわけじゃないですか。で、子供手当とかも子供の生まれた家庭に対して支援をしますと。ただ、じゃあ今日本で起きている少子化問題何かっていうと、20代が結婚しない問題なんですよ。で、20代が結婚しない問題をもうちょっと細かく言うと、20代で男性が年収500万以下の人が結婚しない問題なんですよ。20代で年収が600万円、700万円の男性がね、持ってる場合は結婚率っていうのは高いままなんですよ。これね、女性が年収上がるとまた結婚率下がるので置いといて、昔昭和の時代とかは男性はそこまで収入が高くなかったとしても結婚していたんですよ。なので奨学金とかで大学卒業するときに奨学金っていう学士ローンで借金をしてるからそれを解消もらわないけど結婚なんかできないよねとか、生活コスト高くなってるからそもそも結婚して子供産んでとかできないよねっていうのがあって、なので生活に余裕がないから結婚しないっていうところが実はスタートしてるんですよ。で、逆に結婚してる人も子供のいる割合というのは昭和の時代とそんなに変わんないんですよ。結婚さえしちゃえばなんだかんだ言って一緒に住んでなんだかんだ子供生まれちゃうんですよ。同性愛カップルとか別にしてね。なので20代の年収が男性が600万いってない人たちにどうやって結婚させるかというのが出生率を上げる上では結構キーポイントになるんじゃないかと思われてるんですけど、子ども家庭庁の子供1人いくらっていう形にしちゃうと産んだ人に対しての支援なので、結婚しない人に対しては結婚しようっていうモチベーションにならないんですよね。子供作る気で結婚しちゃってる人っていうに関しては別に支援しなくてももうそもそも結婚して子供向きだよねっていうのになったりするので、僕はやった方がいいと思いますけど、ただ厳密にそれが本当に効果あるのかっていうのはちょっとやってみないと分かんないかなっていう気がします。ひろきさんこんばんは。最近排外主義と多文化共生という言葉をよく聞きます。結果を考えると排外主義は個別の文化が国の単位で進み分けるのでそれぞれ発展すると思います。多文化共生は違いすぎる価値観がぶつかり合い圧力とストレスを生み出すと思います。ひろきさんはどう思いますか？そういう場合もあるんですけど、発展している国家というのは必ず競争が起きています。世界で一番 GDP が多くて世界の覇権取ってるよねと言われているアメリカという国もやっぱりいろんな人種が来て競争している結果、世界中の人がお金を突っ込んで世界中の頭の人が集まって競争して、でその結果めちゃくちゃな富が生まれるわけですよ。エンジニアとして世界で一番高い給料をもらいたいっていうとやっぱアメリカの企業に入るようになっちゃうんですよ。っていう感じでその世界中の優秀な人を集めてバンバン競争させるというところでアメリカという国は進化しますと。もともとそのアメリカがねイギリスの植民地になる前ぐらいの話で、文化というか人口というのはどこで増えたかっていうとヨーロッパだったりとか中東だったり中国だったりとか日本をちょっと言ったんですけど、でアフリカはねそんなに人口増えなかったんですよ、ヨーロッパに比べると。で結果としてアフリカとヨーロッパどちらが文化が発展して軍事的に強くなりましたかっていうとやっぱりヨーロッパが強くなったんですよ。なのでナポレオンがエジプトを占領してエジプトにあるすげえでかい塔をかっぱらってきてオベリスクっていう名前をつけてドーンってかっぱらったのを建てたりするんですけど、っていう感じで実はその人口が多くなって競争することというのがその国自体を強くするというのもあったりするので、なので排外主義というのは一時的には正しいのですが長期的には多文化共生をやっている文化にはかなわないというのが歴史を見るとそうなってます。例えばその南米って昔アステカ系の民族とインカ系の民族がいたんですけど、ピサロさんが率いるスペイン人が100人かな100人ぐらいの銃を持って馬に乗って甲冑を乗った人たちっていうのがその南米に攻め込んで戦って勝ったという表現になってるんですけど、実際はほぼ病原菌で殺したんですよね。ヨーロッパの人たちが基本的にはもう耐性を持っている病原菌を持ったまま南米に行って南米の人たちが病気でバタバタと死んでったんですよね。スペイン風邪かインフルエンザか。なので100人の戦闘能力が異常に高かったというよりはそもそもの病原菌に勝てなかった人たちっていうのでバタバタと倒れる。あとその戦術と戦略、銃もなかったし戦争の仕方っていうのも分かってなかったんですよ。戦争の仕方って昔ながらのその日本の場合って全員皆にしない戦争の仕方をするんですよ。その地域の殿様をでそこの地域の農民を自分の支配下にしてでそこで農民が作る米だったり布だったりその野菜だったり魚だったりっていうのを年貢として殿様が徴収する。だからそこの国民が全員死んだらその土地取ってもしょうがないじゃないかと。なんで基本的には民族を絶滅させないっていう戦争の仕方をしてたんですよ。
日本はね。でも他の国って簡単に根絶させるんですよ、民族を。島の中でみんな仲良くっていうのが日本的な考えなんですけど、他の国の場合って、もう俺たち人口めちゃめちゃ多いし、もう食い物ねえから、他の村のやつ全員ぶちて、そこを俺たちの村にして、俺たちがそこで畑作ろうぜっていう感覚なんですよ。なので、畑の生産量でもうこれ1000人以上うちの村食えねえよと。じゃあ若いやつ100人いるから、隣の村のやつ全員ぶち殺して、畑全部俺たちにすれば、もっと人数増やせるよねっていうので、よし、ぶち殺していこうぜみたいなのが、割と大陸的な戦争の仕方なんですけど、島国というのは、やっぱりその、お互い分かってるよね。土地の範囲この中だよね。じゃあそこで何とかしなきゃいけないよねっていうところで、無茶をしないっていうのがあったりするんですけど、で、多分アステカもね、そういう無茶をしない系なんですよね。で、ここから僕の想像なんですけど、昔武士って名乗りを上げててから戦いをしたんですよね。やーやー我こそはみたいな名乗りをして、武士のトップ同士が一騎打ちをして、勝った方が勝った方、負けた方が負けた方。で、負けた側の軍隊は勝った方に従うっていう、あくまでトップ同士の一騎打ちっていうのがあったんですよ。で、アステカもどうやらその文化らしくて、将軍同士やるよねみたいな。ところがスペインってマジ将軍どうでもいいみたいな、将軍を殺したらもうその後好き放題だよねっていうので、確かね、相手の将軍ね、毒殺とか暗殺とかしてるんですよ。正々堂々と戦った強い相手に従うという文化にやってるから、相手は当然正々堂々と我が名はしたかとかっていう気でいたら、スペイン人はいきなり毒殺暗殺を狙ってくるみたいな。毒殺暗殺を狙ってくるような人たちはほぼいなかったから、リーダーがいなくなったらどうしていいか分かんないんですよ。社長が死んだ後に専務も常務もいなくて、課長と部長しかいないから、どうすんのみたいな、誰社長にすればいいのみたいな、困ってる間にバンバン攻められるっていう感じで、戦争慣れしてるかどうかでいくと、やっぱりそのヨーロッパってずっと戦争の歴史なので、戦争うまいんですよ。そう考えると戦争上手い人たちっていうのと、戦争あんまり経験していない島国の人たちって戦うとなかなかきついよねっていう。ここがね、ややこしいんだけど、日本ね、戦争で強かったんですよ。元寇っていうモンゴルが攻めてきて、そこが神風で勝ったっていうのは、それも一理あるんですけど、神風で勝ったもあるんですけど、そもそもの日本人強すぎた問題っていうのもあるんですよ。刀切りすぎ問題とか、強いやつとそれに従う農民という形で普通の国の国家というのがあったんですよ。農民が武器を渡されて、お前戦争行けやって言って、うっすみたいな、訓練してないみたいな。ところが武士と呼ばれる戦争の経験だけをひたすら訓練し続けてる、いつでもやったるぜみたいなやつが何人もいるっていう。っていうところで、そんなんっていうので、そもそもの日本が強かったっていう問題もあるんですけど、これ興味がある人は歴史調べてみてください。はい。ここ数十年間は容姿の美醜に対する価値観はほぼ変わってないそうです。容姿は遺伝による影響が大きいので自然に考えればブサイクは淘汰されていくはずなのですが、現実はまだ多くのブサイクが存在します。この原因になると思いますが、ブサイクの割合が少なくなれば、街で他人を見た時に感じるストレスの中に差別も減り、平和な世の中になるのではないかなと思います。違います。ブサイクであると感じるというのは相対的なものなんです。なので、仮にじゃあ顔のレベルが1点から10点に分かれるとして、ブサイクである1、2、3、4の人が絶滅しました。で、5、6、7、8、9、10の人たちしかいませんってなると、その5、6、7、8、9、10の人たちの中で今度は5が1点になるんですよ。あくまで相対的な中で良い顔の人を選ぶというのをやっているだけで、そもそもブサイクとは何か、美人とは何かというのが顔の平均で決まるんですよ。通常の平均に近ければ近いほど美人だと認識する左右対称であると。なので美人と認識するがどんどんずれていくだけで、ブサイクだと感じるというのは一定の割合で発生するので、ブサイクがいない世の中というのは基本的にはないです。そこの感覚っていうのはどうなっても変わらないです。少子化問題の一つに金がないのは前提ですが、同じように日本には娯楽が溢れるほどであるというのも一つあるのではないかと考えています。よく田舎でやることといったら一つしかないなんてことも昔は聞いたりしましたが、今では田舎でも娯楽に困らないくらいなので、自分の将来に見作の楽しさを優先しているのもあるんじゃないかと思ってます。はい、僕もそう思います。なので日本のような娯楽に溢れた国は縮んでいくのが自然なのかなと思ってるんですが、この考えは変でしょうか？いや、変じゃないです。言ってること正しいです。なので先進国基本的には同じ構造になってます。なので快楽というのを追求しないという宗教的な信念が強い家庭ほど子供を産む確率が高いんですよ。キリスト教を熱心に信じている人とか、イスラム教を熱心に信じている人とかの方が結婚して家庭を持つ割合が高いので、現代的な快楽を追求するという考え方自体が人口を減らしていくというのには貢献してるんじゃないかなと思います。SNS がなくなれば子供増えそう。これね、結構正解なんじゃないかなと思うんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。